ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。さて今日はいただいたご質問にお答えしたいと思います。質問です。間酌と睡眠以外に困りごとがないとのことだったのですが、それだけで ASD、ADHD って診断されたのでしょうか？なんか腑に落ちなくて知的な遅れがないからでしょうか？そこがもう少し詳しく知りたいですといただきました。ありがとうございます。そうですよね。私も診断された時はこんなにすぐっていうふうに思ったんですけれども、確かお医者さんの説明によると、ちゃんとその専門医が見る判断すべきポイントっていうのがきちっとあるそうで、うちの息子の場合はそれが全て当てはまったというところでした。何かの検査を受けないととか、血液検査をしないととか、そういうことではないらしいですね。発達障害の診断というのは。という形ですね。で、どんな診断の様子だったのかっていうのはこちらの動画を見ていただきたいんですけれども、もう診断本当に早かったです。お医者さんと息子が5分くらい話をして、私がちょっと困りごと共有して、って言ってすぐ言われましたというような形でしたね。で、間酌と睡眠以外の困りごとなかったかっていうと、全くなかったわけじゃなくて、間酌と睡眠がちょっと強すぎて、インパクト強すぎて、それぐらいしかちょっとパッて出てこないんですけど、例えば親戚とかの集まりだともう興奮しすぎて、もう本当に人間じゃないぐらい興奮してしまうというか、私の父はそんな姿を見て鎮静剤を打ちたいって言ったぐらい興奮状態になってしまったりとか、多動もありますし、もうおもちゃ、すごく興味があるおもちゃでも10分ぐらいで飽きちゃったりとか、もっとちっちゃい時はピアノ弾きながら絵描いたりとか、最初は面白いと思ってましたけど、かなり今思うと多動だったなって思うところはたくさんありますし、こだわりが強いので持ち物が多くなっちゃうんですよね。保育園行く時もバッグ2、3個持ってったりとか、寝る前も袋に10袋ぐらいベッドに並べて全部おもちゃ入ってたりとか、どこか出かける時もなぜか今はプールのバッグが気に入ってて、そこにもう荷物重たいのいっぱい入れるんですけど、ちょっとどこか行くよっていう時にも、そういうものが欠かせなかったりとか。ただそういった特徴っていうのは別に困ってはなかったんですよね。面白いって思えてたんです。ただ間酌と睡眠に関してはもう悩みの種というか、もう生活が辛くなっていくものだったので、私たちとしてはその2つがとても辛かったですが、他にも ADHD っぽいなとか ASD っぽいなとか、そういう特徴はあります。間酌までいかなくても嫌なことあったり、例えば文字を書こうとして頑張って書こうとして失敗しちゃったらもう一気に嫌になってカーってなっちゃったりとか、そういうものバーってギャーとまでいかなくってももう嫌になってやめちゃうとか、気分が急に変わるっていうこともありますね。とかね、細かく言うとたくさん特徴っていうのは出ていて、そういったものを全て見て判断されたのかなとお医者さんはというふうに思っております。で、知的があるないに関しては、先生と話をしたりとか、言ったことわかるかとか、そういう感じのことで判断されたかなという感じですね。なので発達知能検査みたいな検査は我が家は受けていません。次です。今度親戚との集まりの際や子供が親戚の家やホテルなどでお泊まりするときに迷惑にならない工夫などあったら伺いたいですといただきました。ありがとうございます。これもすごくね、想像ができると言いますか、我が家もいつだったかな、3歳くらいの時に祖母が亡くなってお葬式に、家族3人で行ったんですよね。で、その時にはとこと会いまして、お兄ちゃんお姉ちゃんだったんですけど、もう楽しくなっちゃって興奮したんですよ。で、その興奮度合いっていうのがやっぱり3歳だからっていうレベルではなかったと思います。本当に周りがびっくりするような興奮度合い
ずっとこう遊ぶんですけど、その遊ぶエネルギーがいつもの3倍ぐらいあるみたいな、もうエネルギー抜いてあげないと倒れちゃうんじゃないかっていうくらい興奮しちゃったりとかっていうことはありましたし、感触も出てましたし、今思うと当時まだ診断されてなかったですけど、本当に明らかな発達障害の特徴出てたなと思います。なんとなくね、3歳ってまだ抱っこできますし、3歳だからって思ってる自分たちもいたんですけどね。で、その時何かできたかっていうと全く何もできていなくって、感触対応の時もお医者さんに言われたんですけど、やっぱり困りごとが起こってからやっても意味がないと。困りごとが起こる前と後に何が起こってるかを見なきゃいけないので、特に感触の場合は。それらを潰さない限りこの困りごとはなくなりませんというようなことと、考え方は一緒だと思うんです。ただ嬉しくなって興奮しちゃうっていうのはなかなかどこまで嬉しくなって興奮するかのレベルがいろいろあって、そのレベルを調整するっていうことはなかなか難しいと思うんです。もういっそのこと親戚と会わないとか、そういうことをもう白か黒かみたいな感じじゃないと、じゃあここでは5の喜びにしてね、ここでは10出していいよっていうのは本人絶対できないですし、そこを親がコントロールするっていうのもめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。なので今私が考えることとしては、やっぱり気持ちを落ち着けてくれるようなお薬だったりとかっていうのが一番効果があるのではないかなとは思っています。で、例えばじゃあ事前にできることとしては、ギャーって騒いでしまって、良くも悪くも嬉しかったり、静かにしなきゃいけないところで、声が出てしまうとか騒いでしまうっていう時に、それではあなたの望むものは手に入らないよっていうことをちゃんと学ばせておくっていうのは一つできることかなとは思うんですよね。これは感触対応の一つ目の問題行動の前か後に、着目するっていう、後に着目する行為だと思うんですね。対応。こういうふうに過ごしていたらあなたにとってメリットは何もありませんっていうようなことをもう日々教えておく。ここは静かにするべきところで座ってなきゃいけないと。で、5分座っていられたらあなたはその子にとってのご褒美がもらえると。そういうことを学習させておくと、だんだんそれに慣れてくるので、生き物は動物も人間もやっぱりメリットデメリットがはっきりしてると学ぶと思うんですよね。っていうようなことは、できるかなとは思うんですけど、初めての環境とかになってくるとやっぱり難しいのかなと思うので、あまり小さい子だとまだ服薬ができなかったりすると思うんですけど、我が家の場合は4歳半からは、メラトベルっていう睡眠のお薬飲んでますし、5歳になってからはリスペリドンっていう気持ちをちょっと落ち着けてくれるお薬を飲んだり、お薬にも頼りながら、対応をしています。で、さっきはおばあちゃんのお葬式の時ですごい興奮して大変だったっていうような話をしたんですけれども、じゃあ実家に預ける時とかはどうなるのかっていうと、実家とかだとうちの息子はちょっとおじいちゃんとおばあちゃんが少し厳しめなので怒られたくないっていう、保育園の先生に対してもそうだったんですけど、怒られたくないっていう気持ちが働くので、割とおとなしく頑張るタイプです。頑張った分家で反動が出ることも多々あるんですけど、なので実家に泊まって困ったっていうことはあんまりないんですけど、実家に預けるときはもうそちらのルールにお任せをしてるっていう感じですね。飲ませるべき薬があったらそれだけはお願いをするんですけど、もういくらでもおやつあげてもらって構わないし、もうご飯食べなかったらほっといてもらっていいし、何かやったらもうガッて怒ってもらっても構わないので、そういった家でやっている感触対応とかそういうものをやってねっていうことはしないで、預かってもらうんだったらそちらのルールにお任せしますっていうスタンスでは我が家はおりますね。で、ホテルでは
どうだろうな、あんまりはしゃぐってことも少ないですけど、とにかくなんかもう静かになりそうなものを持っていくっていうのも大事かなとは思いますね。本人がその時一番好きなものをとにかく持っとく、もう交渉手段みたいな形で、で静かになったらこれあげますみたいな、そういう感じでなんかいろんなこう手札を我々も持っておく、荷物になったとしても持っていくっていうのはすごい大事かなと思いますね。あと我が家の場合だと小さい子がいるとすっごい頑張っちゃうんですね。うちの息子笑わせたいとかで、ちょっと赤ちゃん笑ってくれると大人もわーって喜ぶじゃないですか。で周りが喜んでくれるとどんどん頑張ってヒートアップしてもショートになりそうなぐらい、ショートしそうなぐらい頑張っちゃうタイプなので、もう適度に声掛けをして休ませるっていうことをしていったりしますね。この間もめいっ子ちゃんに会ってすごい可愛くて仲良くなって笑ってくれて、もうずっと遊んであげてるんですけど、で周りはーって喜ぶんですけど、もう途中でやめさせる、ちょっとこっちおいでとか休憩してとか、めいっ子ちゃんもちょっと他の遊びするからねとか、あえて介入をするっていうことをしていますね。こうやっぱり限界がわからないっていうね感じもあると思うんですよね。なんかこううまく言えないですけど、うちの息子を見ていると疲れ知らずなのか脳の特徴なのかわからないですけど、頑張りすぎちゃったりはしゃぎすぎちゃったりするんですよ。でも絶対疲れてるはずなんですけど、こう疲れ知らずでもあるので脳だけ疲弊していってる感じがするんですよね。なのでそこはあえてなんか大人が介入してあげないといけないかなというのは思っています。それくらいかな。親戚との集まりはうちもでも結構興奮しますね。昔ほどではないですけど、最初はもう借りてきた猫みたいな感じなんですけど、こう1時間もするとやっぱりなんか血がつながってるってわかるんでしょうね。気がちょっと緩んで他のお友達とは見せないような興奮具合になっちゃって、それはそれで嬉しいんですけど、適度に親が介入してあげないといけないかなとは思うし、やっぱりその時に問題があってビシッて言って治るものではないので、常日頃から絶対に公でとか人前で出たら困ること、例えば人を叩くとか物に当たるとか、そういうことはもう徹底して、それはあなたに一切メリットがない、良くないことだからっていうようなことをちゃんと教えていくっていう、学ばせるっていう訓練は、そういう何かがある時の前々からしておく必要があるんじゃないかなとは思います。かなり根気がいることですけどね。やっぱり2歳3歳だと飲めない薬もあったりするので、じゃあ親の教育的アプローチだけでってなるとなかなか効果が見られにくいこともあるとは思うんですけど、でもメリットデメリットをはっきりとつけるっていうのはとても子供にとっても分かりやすいので、ぜひ感触対応のね方法をご覧いただいてほしいなと。結構効果が出たっていう報告もいただいたりしているので、あくまでも素人の私たち家族が医者のアドバイスをもとに実践した結果っていう感じなので、ちょっとね解釈がお医者さんと違うところもあるかもしれないんですけれども、見ていただきたいなと思います。はい。いやでも最初のご質問にあった点で言うと、その困りごとの内容だったり出方だったり度合いっていうのは本当に人それぞれですし、なんなら感触も睡眠で起きちゃうとかも発達障害じゃないっていうねゾーンにいる子たちもたくさんあると思うんですよね。じゃあそれがなんで発達障害っていう診断になるのかっていうのは、やっぱりその感触と睡眠でどれだけ本人と周りが困っているかっていうことがまず一つあると思うし、それ以外に見られる特徴があるのかっていうお医者さん的な観点もあると思うんですよね。なんですけどやっぱり
個人的に思うのは、診断名があろうがなかろうが、本人やその周りが困っていたら、必ず誰かの助けを借りるべきだと思うんですよ。で、その選択肢の一つに医療があるべきだと私は思っていて、というのも自分自身がお医者さんとつながるまでいろんなことを試していろんな本読んだり情報を追ったりして試して全く効果が出なかったんですよね。なので餅は餅やっていうね言葉がありますけど、その道に関することはその道に関する専門家に頼った方がいいと思っているので、やっぱりいろいろ試してダメでしたってことがあれば、もう専門医に相談をしてみるっていうことはとても有効なんじゃないかなというふうに思います。逆に発達障害っていう診断名がついていたとしても、本人も困ってない、周りも困ってないなら全然いいなというふうにも思ったりするし、ただその先の人生自立っていう目標に向かっていくにあたっては、何かしら困りごとがあるってことであれば、その都度対処が必要だとは思うんですけどね。はい、というふうに思います。はい。またこんな風にコメント欄でいただいたご質問を動画でお返事させていただいたりできればなと思いますので、何かある方はぜひコメント欄に書いてください。また私も質問させていただくことがあるかもしれませんので、その際は皆さんお知恵を貸していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこの辺りで終わります。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。